先週かな、先週か先々週くらいにやっと衣替えをしたんですよ。梅雨に入ってまた寒くなってきて、このニットのカーディガンをもう閉まってたけどまた引っ張り出してきました。梅雨って毎年こんな寒かったっけって思って。じゃあ今日はお気に入り紹介をしようと思います。まず沖縄で買ったものを紹介していきます。沖縄でも結構お気に入りの商品見つけたので、まずはこちらです。お待ち堂の餃子のお皿。こちらにお待ち堂って書いてますね。餃子専用のお皿で、春巻きとかでも全然別のおかずとかも入れることできると思うけど、私は餃子を入れるためにこのお皿を買いました。私が見たお店ではこの色しかなかったけど、ネットで見たら赤と青もありました。右上のものが私が今持っているもので、赤と青があります。絵柄もそれぞれ違ってて中華って感じがします。こういう感じで、ここに餃子を入れて、隣に餃子のタレを入れます。このお皿の隣にまた別にスープ皿があったんですけど、それもめっちゃ可愛くて買おうか迷ったけど、結局これだけにしました。今も餃子ブームがまだ続いていて、先週も気になってた餃子屋さんに行ったんですけど、そこもめっちゃ美味しくて、そんなに外れな餃子屋さんっていうのに出会ったことがないけど、やっぱり外で餃子を食べててもお家でも食べたくなる時があるので、そんな時にここぞとばかりに使っています。こちらが餃子皿でした。これが1つ目です。で、2つ目、じゃーん、オイルスクリーン。初めて見た方は多分これなんだろうって思うかもしれないけど、例えばフライパンで何か炒め物をしてる時とかに油が飛んできちゃうじゃないですか。そんな時に役立つのがこちらのオイルスクリーンです。フライパンにこうやってかぶせるだけでもう油が飛んでこなくなるんですよ。本当にこれは自分のためにも買ってよかったなって思います。こことか、ここは多分今虫刺されで赤くなっちゃってるけど、こういうとことかに赤いポツポツができちゃったりして、油が跳ねてね、そういうのを未然に防ぐためにも、これは一家に一台あってもいいんじゃないかなって思います。もっと早いうちからオイルスクリーン欲しいなって思ってて、最初に見つけたのがケユカだったんですけど、ケユカに置いていたオイルスクリーンが30センチのもので、30センチって大きいんですよ。これぐらいで、私が今使ってるフライパンもうそんな大きいフライパンがないから、今持っているフライパンのサイズ的にももうちょっと小さめがあればいいのになって思って、結局ケユカでは買わなかったんですけど、たまたま見つけたのが25センチのタイプで、あ、私がまさに求めてたサイズだと思い即買いました。で、この持ち手が木になってるのもこうやって握りやすくていいです。油を使う料理とか、そんなに油跳ねなさそうだなって思う料理でも跳ねちゃう時があるので、もうささっとこれを取り出して使えば安心します。2つ目のお気に入り。3つ目がこちらです。これはお砂糖入れ、リベラリスタっていうブランドメーカーなのかな。私が今塩ときび砂糖を入れているケースも全く同じものを使っていて、なぜこれがいいかというと、私の家のサイズにぴったり合うっていうところです。今お家にあるこういう砂糖とか塩とかを収納する場所があって、サイズぴったりなんですよ。ここからこの手持ちの部分までで、これで扉がちゃんと閉まるっていう感じなので、ほんとこれよりちょっと大きかったりしたら扉が閉まらなくなっちゃうんですよ。最初楽天で別のものを買おうと思ったんですけど、それよく見たらサイズがちょっと大きくて私のお家のサイズに合わないっていうことに気づいて、もし次沖縄行く機会があればこのケースまた追加で買おうっていうのをずっと覚えていて、で今回帰省できたのでその時に買いました。私が今紹介した3つは全部同じお店で揃えていて、沖縄帰省の内容を話した動画で紹介したマックスプラスっていうお店で買いました。こちらの付属のスプーンはこうやって上に引っ掛けることができるんですよ。料理中とかはめんどくさくてすぐこうやって置いちゃうけど。ちなみに私が今入れているこのお砂糖はラカントを入れています。ラカント専用のケースを追加で購入しました。で、これも沖縄で買ったもの。私初めて見てちょっと珍しい柄かもって思って買いました。母もこういうマスキングテープとか紙物が好きなので、母もお揃いで持ってます。沖縄で買ったのはこの4つかな。お気に入りのものは。5つ目のお気に入りは、これはもう本当に買ってよかったパウダーです。3のパウダ
前はコスメデコルテのフェイスパウダーを紹介したと思うんですけど、本当はそれがなくなってから新しいのを買う予定だったんですよ。でもこのパウダーの口コミがあまりにも良くて、もうこれはなくなるまで待ってられないぞって思って買っちゃいました。お店でコスメデコルテのパウダーがなくなるまで待たなくてよかったって思うくらいめっちゃ良かったです。そうで、私がこのパウダー本当にいいよって言ったら妹も楽天で買ってました。私がおすすめしたものはね、妹結構買ってくれるんですよ。 iPhone ケースもお揃いで移住にしたりとかね。今つけようかな。てかメインチャンネルで私一回つけましたよね。もうあの時の最初の感動が忘れられない。なんかあの日はいつものメイクして出かけたんですけど、帰ってきたらやっぱその日ちょっとジメジメしてたし、マスクつけてるし、メイクが結構崩れちゃってたんですよ。だけどこのパウダーを塗った瞬間、メイクしたてみたいな顔になって、それで感動したのを覚えてます。で、私が何よりびっくりしたのが粒子の細かさで、こんなに粒子が細かいパウダー使うの初めてですね。すごいカバー力もまあまあある、すごいいいパウダーです。やっぱ口コミがいい理由がわかる。ちょっとポンポンってしただけですぐ外に出かけられる顔になるパウダーの粉がいいのはもちろんなんですけど、パフもめっちゃ良くて、マシュマロみたいなパフで、今まで買ったフェイスパウダーについていたパフとは全然違うパフですね。もちもちのマシュマロみたいなパフで、パフだけでも欲しいなって思ってネットで探してみたんですけど、残念ながらパフだけっていうのは売ってなくて、もしこのパフを買うならまたこちらのパウダーを買わないといけないみたいです。まあね、別売りであったらめっちゃいいんですけどね。あとこのパウダーのもう一ついいところは、普通の今までのパウダーだったらこうやって普通にそのまま重ねちゃったりとかしてたり、あとは透明のフィルターがあったりするけどすぐなくなっちゃったりとかしてたんですけど、このパウダーについているこのケースは結構しっかりしてて、これをのせるともう完全に粉がつかない状態になります。この上に置いて使ってます。コスメ欲が高くなってて、コスメ系のものにもアンテナを張るようになりました。で、最後の買ってよかったものはものというよりはコナンの映画を見に行ったことです。だからコナンの映画のチケットかな。チケットはね、今手元にはないけど多分どこか探せばあります。後で絵日記に貼ろうと思って、どっかに絵日記のノートに挟んだままかな。私一人映画って本当に行かなくて、初めて行った一人映画がパラサイトなんですよ。一昨年かな。パラサイトって一昨年でしたっけ。めっちゃ流行ってて、今までにない映画みたいな感じで、パラサイトが話題になってたじゃないですか。多分待てばネットフリックスとか Amazon プライム、Hulu とかで流れてたと思うんですけど、それが待てなくて、一緒に映画行ってくれる人もいないから、これはもう一人で行くしかないと思って映画をね見に行きました。それが私の初めての一人映画です。今年はそんなに一人映画に行く予定はなかったんですけど、ハロウィンの花嫁が始まって、で今年もこんなのやってるなっては思ってたけど、なんかね DM でもうめっちゃ面白かったんですよっていう DM をいただいて、しかも私最近またコナン熱が復活したので、これは行かなきゃと思って行ってきました。で行ったらもうめっちゃ面白かったです。これは行ってよかったって思いました。まさかのって思っちゃって、あとちょっと感動するシーンもあったりとか面白かったです。たまにしか行かないけど映画館で見る映画もいいなと思いました。はい、じゃあ以上がお気に入りの商品とお気に入りの映画の話でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。